こんにちは、乃木助です。今回は僕が実際に食べた青森市と弘前市のおすすめグルメをご紹介します。青森ならではの煮干しラーメンや絶品の寿司、コシが素晴らしいそばなど地元の味をたっぷり楽しんできました。1店舗あたり 1,2 分でサクッと紹介していくので最後までお楽しみください。青森といえば海鮮、到着初日に飛び込んだ地元で人気のこの居酒屋。まずお通しに出てきたハマグリが貝が苦手な僕が美味しいと思うぐらい美味しかったです。そして次に来たのがめちゃくちゃおしゃれな盛り付けの本マグロ大トロたたき。炙った香りとマグロの脂の風味が素晴らしく、量以上の満足度でした。一番気に入ったのがこのカツタコのわら炙り。歯ごたえがあるのにとても柔らかい不思議な食感、そして炙った香りが美味しさをブーストしてくれて、この量を一人で食べても全く飽きませんでした。それから青森で食べなきゃと思っていたホタテの貝焼き味噌。郷土料理という感じでホタテそのものの味を楽しむ感じでした。そしてタコに並ぶぐらい美味しかった漬け込みネクタイとぼんじりのわら焼き、焼き鳥ですね。柔らかさも油のうまみも最高。ほんと何食べても美味しかったです。また味以外にも感動したのが店員さんたちのホスピタリティ。どなたからも笑顔と雑談を交えた素晴らしい対応をいただき、退店する時には寒い中ご来店ありがとうございますとカイロまでいただきました。半端ないです、このホスピタリティ。後日また海鮮が食べたくなって寿司屋さんに入店。人気店で混雑を覚悟していたのですが、昼のピーク後に入店したので静かにお食事できました。で、肝心のお寿司ですがやっぱり美味しい。レモンを絞ったり塩を振ったりつけたりといった味付けをしたものはなく、またシャリの酢も優しい加減で素材で勝負している印象。途中までガリを食べるのを忘れてたくらい優しい感じで、食べ進むにつれて舌が酢飯で麻痺してくるといったこともなかったです。隣に座られていた北海道から来られたというご夫婦はお酒を飲みつつ職人さんとのお話を楽しまれていました。僕もカウンターでゆったりとした時間を過ごせました。青森に来た目的の一つが煮干しラーメンというわけで、ここから麺類をまとめて紹介します。まず最初は青森駅近くのラーメン屋で初めて食べた煮干し中華。塩気が強そうという先入観があったのですが、その真逆でとても優しく柔らかい味。麺は少し太めでもちもち、チャーシューはホロホロ。透き通ったスープは飲み干したくなるほど美味しくて、あっという間に食べてしまいました。次のラーメン屋も青森駅から徒歩8分くらい。見た目は少し濃そうなんですが、さっきのお店よりさらに麺は柔らかく太く、スープの塩気もより控えめで、ラーメンというよりうどんのような優しさでした。とてもシンプルな味なので人によって好き嫌いが分かれるそうですが、僕は好き。スープが濃く塩気の強い一般的なラーメンの重さはないんですが、毎日食べられるような気軽さがあります。店内は地元っぽい人が多く、入店とともに大とか中といって食券を買う前に先に注文しているのが印象的でした。おそらく地元の人はちょっとお腹空いたから食べに行くかとサクッと食べに来れる地域に根ざしたお店のような気がしました。青森から弘前に移動して最初に行ったのは映画津軽100年食堂のモデルにもなった創業120年近いこのお店。ここの中華そばがむちゃくちゃ美味しかったです。優しくも旨味がしっかりしたスープと僕の大好きな細い縮れ麺、そしてここのご主人がとても優しくて余計に居心地が良かったです。余裕でもう一杯食べられたな。弘前城のライトアップを見た後、どのお店も閉まってた中で運よく見つけた純喫茶のようなレトロなラーメン屋さん。ここのつけ麺が驚くほど美味しかったです。つゆの旨味がものすごくて、今まで食べたつけ麺で一番美味しかったかも。具材も綺麗で、つゆに浸して食べるカリッとしたバゲットも見た目だけじゃなく食感も最高でした。そしてスープ割りはカツオ、チキン、エビの3種類から選べるこだわりっぷり。また食べに行きたいつけ麺です。江南鉄道に乗り、銀世界の車窓を楽しみながらたどり着いたのが黒石市。雪を避けるための小店という日差しが続く街並みを楽しんだ後、和食のお店で昼食。メニューが豊富で迷った結果、割り子そばを注文。驚いたのがその豪華さ。まずそば。
この器が5つあります。そしてそのそばの薬味になるイクラと納豆、そしてその下にはとろろとうずらの卵、隣には鮭と卵の寿司、そしてエビやナスビなどの天ぷら、最後にマグロの刺身と、この下にはデザートがありました。次に驚いたのが味。そばがむちゃくちゃ美味しかったです。細めの麺なのですが、コシが最高で、噛むほどに甘みが出てきます。食べてびっくりしました。そのそばをいくつもの薬味で食べられるので楽しさも倍増。満足感が半端ないです。食べてから知ったんですが、黒石ってそばが有名なんですね。道理で美味しいわけです。いや、びっくりしました。青森での麺類最後のお店はここ。今そばを食べたばかりですが、名物のつゆ焼きそばを食べたくて入店。つゆ焼きそばは焼きそばにつゆをかけて食べるという珍しい食べ物。食べると味は確かに焼きそばなんですが、平たい麺の食感がどこか優しい印象を与えてくれます。そしてつゆをかけるとソースが落ちて、より優しさが増しました。ちなみに麺が平たいのは当時うどん用のカッターで麺を作ったからなんだそう。こういう歴史がより食事を楽しくしてくれます。帰りの電車まで時間があったので、見つけたカフェでカフェラテをいただきました。これがまた美味しかったです。コーヒー豆は海外の農園から直接仕入れて店内で焙煎しているんだそう。動画を撮り忘れたんですが、アップルパイやバームクーヘンなどの洋菓子も人気なんだとか。レベルの高いカフェでした。カフェといえば弘前の喫茶店も素晴らしかったです。宿泊先の近くにあったこのお店は昔ながらの純喫茶。美味しい朝食を静かでゆったりした店内でいただきました。で、ちょっと感動したことがあって、このホットサンドの下には軽くトーストされたパンの耳がクロスして配置されていたんですけども、青森ではこういうちょっとしたところの丁寧なお仕事やこだわりを感じることがとても多かったです。例えばこれは翌日に行った別の喫茶店で注文したモーニング。内容はごく普通なんですが、トーストをクロスして配置してたり、ハムをその下に忍ばせてあるなど、お仕事に対する細やかなこだわりを感じました。なんていうか、店員さんの接客といい、食べる前からなんかいいなぁと感じることが多かったです。朝食といえばホテルでの朝食も良かったです。青森納豆やせんべい汁、津軽漬けといった名物を食べられますし、冬であれば雪を見ながら朝食を楽しめます。ちなみにこのホテルの名物である湯泣きそばももちろん食べました。ここまでザ・青森な食べ物が中心でしたが、イタリアンも美味しかったのでご紹介。弘前で宿泊先の人におすすめされてきたこのお店、全部美味しかったです。まず馬肉のカルパッチョ。薄くスライスされたチーズが乗っている馬肉は青森の金木産。バルサミコ酢とオリーブオイルが絡まって、これ本当に美味しかったです。お腹いっぱい食べたいほどに。アーリオオーリオはパスタの歯ごたえが心地よく、トマトの酸味とうまみが食欲を刺激してくれました。ヒラメのソテーはほのかな塩気で味付けされており、パスタで少し膨れたお腹にちょうどよかったです。で、最後に美味しいコーヒーで締める。とても満足なディナーでした。ここもまた行きたい料亭ですね。真冬の青森に来るにあたって、青森出身の知人からは、この季節の青森は何もないよなんて言われましたが、そんなことは全くなかったです。ご紹介したお店はもちろん、種類がむちゃくちゃ多いリンゴジュース、迫力と美しさのあるねぶたを見れるねぶたの家、歩くだけで楽しい雪の街並み、そしてホスピタリティあふれる人たち。本当に行ってよかったですし、大雪で行けなかったところもたくさんあるので、また来年も行こうと計画しております。良き旅でした。